皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトのもう一人の主人公である、霧雨マリサの真の強さの裏設定について解説していきますよ。マリサといえば人間の少女なのにもかかわらず数々の異変を解決してきた異質なキャラだよな。レ夢ムも同じ人間ですが、受け継がれる白霊の力を持ってない普通の少女と考えると一番異質なキャラです。どんな技のレパートリーがあるのかなぜ魔法を使えるのかなどあまり知られていない、裏設定に触れていくので楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。それではまずはじめにマリサの基本キャラクター設定から解説していきますね。霧雨マリサは魔法を使うことのできる人間なのです。そして東方プロジェクトでは白霊レ夢ムに並ぶもう一人の主人公というポジションで、ほとんどの作品でプレイヤーキャラクターとして登場しているよな。そう、本編での初登場は第2作目東方風魔6の4面ボス、ミマの手下として現れ、時間稼ぎのために戦うのですよ。それ以降はレ夢ムと同じく、東方文化庁ダブルスポイラー妖精大戦争弾幕天の弱を除いた全ての作品でプレイヤーキャラとなっているのです。初登場が第2作目だったことの関係上、レ夢ムより登場回数がわずかに少なかったのですが、妖精大戦争においておまけボスとして登場したことにより、レ夢ムと並び登場回数最多キャラとなっていますよ。ついに登場回数がレ夢ムに追いついたのか。そんなマリサの年齢は明らかにされていませんが、設定上では少女とされていますね。身長は成長期の10代前半の少女たちとしていて、周りのキャラよりもやや低いグループです。東方茨河線で河川とぶつかった時は、マリサが頭で、河川が胸当たりだったしな。マリサよ、感触はどんなものだったのか教えてくれ。相変わらず突然下ネタを吐く程度の能力の調子がいいですね。魔女っ子のマリサの容姿は髪型はウェーブのかかった金髪のロングヘアで、左の髪か右の髪を三つ編みまたは三つ編みをしていない時がありますよ。あの三つ編みがすっごく可愛いんだよ。すごくわかります。デザインは作品によって変化していますが、黒系の服という服装は共通していますね。しかもおしゃれさんなのかかなりのバリエーションの服があるんですよ。魔法の研究で服とか汚れやすそうだもんな。高魔教にて同じ魔法使いであるパチュリーのオレッジと会った時は、目の前の黒い服のやつを消滅的にやっつけるには、と言われているあたり、みんなからも黒の印象が強めですね。それにしても黒って夏場で苦労しませんかね？いきなりのダジャレにツッコミを入れないといけない私が苦労してます。マリサの性格は、いい意味でも悪い意味でも一緒にいると楽しめるキャラですね。確かにマリサといると飽きなさそうだよな。書籍で意外とレ夢ムや凛之介に料理を振る舞っている家庭的な一面もありますよ。しかもバリエーションは豊富。もし料理ができるキャラについて気になる方はこちらを見るといいぜ。ちなみに人里の大手道具屋の娘であるという設定や、節々に出る育ちの良さから、実はお嬢様だったのではないかと解釈されることも、ロリータ系の衣装を着ていることからも確かにその可能性はあるよね。なんだかんだ東方プロジェクトでは一番人間味のあるキャラのマリサは二次創作だけではなく、原作でもいろんなキャラからモテ。いやお母さんの恋愛事情気になっちゃうよ。いや冷静に考えると言っていることやばいよ。前回紹介した通り、非常に位の高い神様であるカナコに対して、そんなわけで、山に居座るには天狗やカッパたちとも仲良くしてやってくれないと誰かが困るんだきっと、というユリの王らしくイケメンすぎるセリフを言っているんですが、その後書籍、東方部門九呪ではカナコはマリサを守谷神社にスカウト。神様からも認められる人間性、というかセリフがあまりにもイケメンすぎた。またカナコが面白い人間だと言ってにやりとするシーンも好きだよ。そして青蓮戦の6面ボス白蓮からはすぐに気に入られ、三妖精からは土の子の一件で親しい仲になっていますよ。さらに地心上の6面ボスの神妙丸一味のスカウトを受けています。さらに天空賞では沖縄のスカウトを受けているんですよ。ラスボスから気に入られすぎでしょ。またカンヌシズン3もマリサはキャラの中でも非常に扱いやすいキャラとお気に入りのようで、人脈があまりにもすごいんですよ。神主からも好かれてるとなると無敵やん。そしてなんと、あの地獄の女神であるヘカーティアからも気に入られたのです。東方界でも最強クラスと噂されるヘカーティアからも認められているのかよ。人脈の広さがレ夢ムさんの横腹の広さだけあるじゃん。誰がぽっちゃりレ夢ムだよ。またヘカーティアの元ネタは魔術を司る神様なので、今後の関係が気になるところですよ。そんな人間味あふれるキャラなことからたくさんのキャラからモテているマリサですが、人間の魔法使いなのです。所属としての魔法使いは幻想郷では妖怪として扱われているんだぜ。しかし、パチュリーたちとは違って、実はマリサは人間の魔法使いなんだ。じゃあなんでマリサは人間なのに魔法が使えるんだよぽっちゃりレ夢ムって思った視聴者さんはいるのではないでしょうか。ぽっちゃりについて気にし始めた。マリサの魔法は努力の賜物なんですよ。マリサが魔法を使うに至るまでの童貞は、魔法の森からキノコを採取、家に持って帰って実験、使えそうなら自分の魔法に活かし、
使えなくてもその反応等を細かくメモし、後の実験に活かすといったことを繰り返しているとのこと。まさかあんなド派手な魔法は泥臭い作業の賜物だったとは、我が母上であるマリサかっこよすぎるぜ。またマリサ曰く、魔法の森にいることで魔力を高めているとのことですよ。ただし魔法の森は危険が多くジメジメしていることからあまり好き好んで住めるようなところではないので、こういったことからも彼女が真の努力家だということがわかりますね。環境ってすごく大切だけど、そんな厳しい環境にわざわざ身を置いているのか。そんなマリサは主に光と熱を持つ魔法を得意としていますよ。弾幕はパワーだよという超名言を残すほどだもんね。人知を超えた妖怪や神様たちをパワーで吹き飛ばしていくマリサに魅了された人は数知れず。画面いっぱいのマスタースパークは爽快感抜群だもんな。ただ、マリサの魔法は、何かを破壊するような魔法しか使えません。さすがに本家魔法使いのアリスやパチュリーのように器用な使い方はできないってことね。しかしマリサは人間の魔法使いではあるのですが、その魔法の破壊力はトップクラスなのですよ。どんな人間や妖怪にも効果があり、弱点が少ないといった長所がありますよ。なるほど、つまり短所がないところが長所なんだな。マリサのマスパは画面いっぱいになるほどのレーザーで超火力だしね。彼女の代名詞であるスペルカードマスタースパークはゲーム中でも強力で、他の主人公機体と比較しても非常に長い攻撃時間無敵時間威力を誇っています。マリサを時期に選ぶならスピードパワーで、どれだけうまくご利用するか重要になってきそうだぜ。また霧雨という名前に反して派手で火力重視な弾幕を好んでるのですが、なんとマリサの本来の属性は水属性なんですよ。前回の授業で学んだがこれは本当に意外すぎたよな。しかも水属性だということが分かって色々と見えてきたこともあったしね。木属性のレイムとは相性は悪いはずなんですが、ない者同士逆に惹かれ合っていて非常に仲がいいですね。レイムは天才型で、マリサは努力型で麻薬のキャラとなっているしね。またズンさん公認で正式にゲスト出演している周想玉では、レイムがいないとつまんなくて死んでしまうくらいレイムとは仲がいいが、一方で才能だけで強いレイムを妬むこともあるとされていますよ。そこまで生きるほどって本当に仲がいいと言えないよね。私たちもこのぐらい仲良く10年ぐらいまで続けていきましょうよ。アップを遠慮させていただきます。私たちは仲良くなれず。つまり現在のマリサは自分とは違う属性に突っ走っている状態なのか。それであの火力と強さなのだから恐ろしいぜ。ポケモンで例えると炎タイプなのにタイプ不一致の水タイプなのに高火力を出せるみたいな感じですね。これはマリサの努力の結果なんだろうな。人涙と汗の絶え間ない努力なのがわかりますよ。もしこれで水属性技を使ったら、マリサのマスタースパークの何倍もの威力のあるスペルカードを放つことができるかもしれませんね。そんなマリサの象徴するスペルカードといえばマスタースパークですが、実は旧作優香の極太レーザーを真似したものだと思われますよ。東方旧作である東方幻想郷の5面、6面ボスとして現れた際、優香の弾幕の一つとして画面いっぱいの極太レーザーを真似たものと言われているんだよな。つまりマリサが光を目指したのは優香の影響が大きかったということになりそうだな。間違いないですね。作中これをマスタースパークと称したことはないのですが、マリサのマスタースパークにそっくりであるため元祖マスタースパークとして扱われていますよ。しかも優香の場合は分身して3方向からレーザーを放つという鬼のような弾幕なんだぜ。またエイヤショーでは、コイフノンディクショナルレーダーを使うのですが、これはコウマ間で登場するパチュリーの通常弾幕からインスパイアされてきたのだと言われています。本当だ、こうやって並べてみるとそっくりすぎるじゃん。それにしてもこのことについてパチュリーはどう思っているんだろう？おそらく称賛しているのではと思われますね。ほう、それは一体どういうことなんだ？東方暴月賞でのパチュリー本人曰く、オリジナルを尊重しそこにさらにオリジナリティを付加して残すのが我々魔法使いの誇りですから。と言っているのでパチュリーも何かしらの影響を受けて魔法を開発しているのでしょう。なるほど、それが魔法使いの信念というやつだな。実際パチュリーも西洋の魔法使いにもかかわらず、御用の魔法、つまり中国の要素を取り入れていることがわかりますよ。またアリスも生きているかのような人形を見て、人形使いになったようですしね。魔法使いはいわゆる二次創作が上手い奴らなんだな。そしてマリサのマスタースパークは、ハッケロから放たれるイメージがありませんか？ハッケロは確か熱量を高める効果があったよな。ところでハッケロって結局のところなんなの？そもそもハッケロというのは、調教の神である太上老君が先端を練るのに使用する炉。ハッケとは古代中国の駅における8つの気根図像、すなわち犬やナコン神達ミリコン体を表しています。ハッケロの内部もこの8つの方向に分かれているんだぜ。視聴者の皆さんもご存知、聖天大聖孫悟空は西王母の番頭や太上老君の金荷などを勝手に平らげたことにより、天界に捕らえられたのです。しかしこれを罰しようと刀や斧で切りつけても、炎で焼いても、雷を落としてみても、番頭幹先端を飲んでもうかで鍛えた鋼鉄のような身体となった孫悟空にはかすり傷一つつけられない。そこで太上老君が、身を練るついでに孫悟空をもろの中へ入れて焼き殺すことにしました。うまく練ることができれば、肉体は怪人に貸すという代物です。
孫悟空を罰するための道具だったのか。ということは、孫悟空が元ネタである天使と何か繋がりがあるのかもね。そして、このミニハッケロはマリサが実家を飛び出した時に、道具屋の森近凛之介がマリサのために作ったマジックアイテムなのです。ちなみにマリサが生まれる前からその古道具屋で修行していた森近凛之介とは、物心がつく前からの付き合いなんだぜ。その成果収集癖、星の魔法など彼から影響を受けたものが多いんだ。なのでマリサの家の中にはガラクタがたくさんあるようです。そして凛之介が作ってくれたハッケロは、魔力を燃料とする小さなカロで、熱量を自在にコントロールする性能の他にも、凛之介の趣味で様々な機能が付け加えられているんですよ。ほう、一体どんな機能が備わっているんだ？炉の一角から風を出す機能により夏は涼むことができ、開運、魔除けの効果もあります。めっちゃ優秀すぎじゃん。元は、凛之介が昔使っていた魔法で温めるカロで、後にマリサの希望による凛之介の改良でヒーロカネ製になっているんですよ。なんだ？そのヒーロカネっていうのは？ヒーロカネは、腰フル伝における太鼓2本で様々な用途で使われていたとされる、伝説の金属または合金とのことですよ。凛之介太っ腹すぎでしょ。その際凛之介はついでだからとマイナスイオン付き空気清浄機の機能まで付け加えています。嫌味取りの立場を失いつつあるだろこれ。マリサ曰く、これがない生活は考えられないとまで断言するほど大切なもの。暴月ショーでの登場時にはマリサの宝物と明言されていますよ。ちなみに昨夜にコンロ代わりにも利用されたこともありました。これほんとだからね。このように最高のパワーと武器を手にしているマリサではありますが、実は非常に頭脳派なんですよ。弾幕はパワーだぜっていうだけあって脳筋なイメージしかなかったけどそんなことないの？実は状況判断にものすごく優れていて、非常に冷静かつ柔軟な対応をしているんですよ。ゲーム内ではわかりづらいのですが、書籍では比較的冷静で、頭脳を用いることが多いのですよ。また書籍では秘密主義が徹底しているのも特徴。地道な調査や裏工作などの絡め手で状況を打破する展開が多く、どちらかというと力技による解決が多いレイムとは対照的となっています。確かによくよく考えてみると脳筋なのはレイムの方か。力で解決しようとするレイムを止めて、状況が悪化しないようブレーキ役を担うことも多く、レイムを止めることのできる人物の一人と思われます。例として、暴月ショーでは力の差が圧倒的すぎて勝てないと悟り、渡月頼姫に弾幕勝負を提案し承諾に成功しました。はっきり言ってこの交渉がなければ、9割方渡月頼姫によって全員殺されていたでしょう。わざわざ、血を出させずに済むならそれでいいと言っているところ、殺すことも可能だったってことだもんな。あの時の状況判断での交渉は間違いなくファインプレイでしたね。前回の授業で習ったが、頼姫の強さが桁違いだったもんな。話を戻して、マリサは子供ながらも体力も化け物級。ゆかりが起きてくる深夜から日が沈む夕方まで徹夜で十数時間ぶっ通しでゆかりと戦う程度の体力はあるんですよ。長期戦もいけるなんてマリサかっこよすぎるぜ。またこの時は寝れてないことから、目にクマができて気にする少女なところもあっていいよね。花見、エクストラ、夜の帳も落ちる頃、人間の寝る時間、ファンタズム、日の入りなので、この時の起きっぱなしの合計時間は、30時間ぐらいは起きて異変解決に取り組んでいたことになりますね。絶対途中でモンスターエナジー飲んでたでしょ。マリサにはパワーだけではなくて、他にもすごい長所があるからこそ人間の少女なのに数々の異変を解決してきたことが分かったよ。また新たなストーリーで、マリサのパワーと人脈、頭脳、体力を活かしてさらなる活躍にも期待ですね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんが好きなマリサの良さがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。